作り方をお勉強します。パート1です。直接的な受け身をお勉強しますよ。続いて、受け身系のパート2、迷惑、被害を表現するお勉強です。まず、パート1です。直接的な受け身をお勉強しますよ。こちらを見てください。クマが魚を食べてますね。このクマを主語にして表現すると、クマは魚を食べました。クマは魚を食べました。それでは今度はこの魚を主語にした場合どうなりますか？魚の側から見た場合どうなりますか？魚はクマに食べられました。魚はクマに食べられました。今日は人、生き物は人、生き物をにます形からこの目的語と主語が逆転しますね。そうした時にどのようになるか見てみましょう。目的語であったものが主語になりますよ。そうした時に人、生き物は主語であったものがこちらに来ますね。目的語に、ここですね。受け身形になるんですね。動詞は受け身形になります。主語と目的語が反対になって目的語が主語になりますよ。そうした場合、この人、生き物はこの目的語に受け身形、こちらが受け身形に変わるんです。それではもう一度見ますよ。このクマが主語の場合は、クマは魚を食べました。この文章を今度は魚さんの側から見ますよ。すると、魚はクマに食べられましたと受け身形になるんですね。それでは練習問題を始めましょう。田中さんがこのように森さんを叩きましたよ。まず田中さんが主語で表現します。田中さんは森さんを叩きました。田中さんは森さんを叩きました。では、今度は森さんの側から見ますよ。森さんが主語になる場合は、さあどうなりますか？表現してください。森さんは田中さんに叩かれました。森さんは田中さんに叩かれました。続いて、先生が山田さんと呼びましたね。まずこの表現です。先生は山田さんを呼びました。そうですね。先生は山田さんを呼びましたよ。それでは今度は山田さんの側から見てみましょう。どうなりますか？山田さんは先生に呼ばれました。山田さんは先生に呼ばれました。続いて、受け身系のパート2、迷惑、被害を表現するお勉強です。こちらを見てください。犬が手を噛みましたね。犬が手を噛みました。この時の被害、迷惑を表現します。私は犬に手を噛まれました。私は犬に手を噛まれました。今日は迷惑、被害を受け身で表現するお勉強です。私はここに人、生き物が入ります。そして助詞に自分のもの、自分の体がここに来ますよ。を、助詞をですね。そして受け身形が来るんですね。いいですか？私は人、生き物に
自分のもの、自分の体を受け身形。ここが受け身形になるんです。それでは早速練習問題です。蚊が飛んできて私の手を刺しました。では、私のこの迷惑被害を受け身形で表現してください。私は蚊に手を噛まれました。私は蚊に手を噛まれました。続いて、誰かが私の財布を盗みましたよ。それでは、私のこの迷惑被害を受け身形で表現してください。私は誰かに財布を盗まれました。私は誰かに財布を盗まれました。続いて、子供が私の服を汚してしまいましたよ。それでは、私のこの迷惑被害を受け身形で表現してください。私は子供に服を汚されました。私は子供に服を汚されました。今日は目的語と主語を逆転して表現する直接的な受け身のお勉強をしました。続いて、受け身形のパート2、迷惑被害を受け身で表現するお勉強をしました。皆さん、しっかりと復習して使えるようになっておいてくださいね。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。ごきげんよう。じゃんけんしよう。じゃんけん